2026年上半期に買って良かったもの。まずはデスク周りから。一つ目はこのデスクライト。無印良品のものなんですが、実は2、30年ほど前に製造されたものなんです。ライトなしだとさすがに夜の作業がきついなということで購入したんですが、メルカリで5000円ほどでした。アルミの削り出しのこの武骨ながら繊細さも漂うボディが魅力。大型なのでディスプレイを置いたデスクの上でも見た目のバランスや照射範囲を考えても十分に使うことができます。電球はスイッチボットでスマートライト化しているので、声でオンオフしたり色温度を調整したりが可能です。ただ僕は基本タスクライトは中白色に寄せて、少し青みがかった空間で集中するエリアを光で区分けしています。色温度を冷たくすると空間全体のインダストリアル感が増しますね。接地面を含めて若干スペースを取るのと、ディスプレイの環境光センサーが反応してライトをつけるとかなり輝度が上がることがあります。その点おそらくモニターライトの方が合理的なんですが、僕はこの見た目を取りました。2つ目はこちら。とにかく見た目のいいモバイルディスプレイです。エスプレッソディスプレイライト15。このカラフルなボディというだけで本当に単体で価値があると思います。オーストラリアのブランドで4月末に日本で正式発売されました。ポップなカラーバリエーションなんですが、僕はオレンジを選択しました。樹脂製の 700g のモバイルディスプレイ。高級感とは違いますが、ポップなカラーリングが本当に好きです。デスクに置くと側面とか縁の部分がちょっとオレンジになるくらいのさりげなさがちょうどいいんですよね。カラーリングだけではなくて、この USB-C の端子2つしかないミニマルさも特徴。サイドディスプレイって本当にごちゃごちゃしたようなダサいものが多い中で、この選択肢があるだけでとてもありがたいです。僕はデスクにおいてはサブディスプレイとして使っています。下側に設置してクロードやタスク管理ツールなど、常用したいツールを表示しています。一応マグネット式のスタンドも付属しているんですが、僕はシェルフに設置したかったというのもあって、動画でも紹介したようなクロードコードとフュージョン、そして 3D プリンターを組み合わせることで自作のマウントを作り、このシェルフに浮かせて設置しました。完全に定位置が決まりましたね。唯一のデメリットで言うと解像度がフル HD なことですかね。なのでコスパはそんなに良くないかもしれません。ただ、サブディスプレイとして運用するには僕は十分でしたし、何よりも可愛いですね。そんなサブに対してメインで使っているのは Apple のスタジオディスプレイ。ただこちらは今年発売されたものではなくて2022年のモデルです。あえて旧型の中古を購入しました。スペックを比較するとディスプレイとしてはそんなに性能差がないんですよね。それに対して差額は15万円ほどあるので、実質 33% オフくらい。コスパで考えたらこの旧型の方かなと思ってしまいました。実際乗り換えて本当に良かったなと思っています。 5K のレティーナディスプレイ、もう慣れましたが、最初は画質が良すぎて目が悪くなりそうとも感じました。ナノテクスチャーはつけていません。輝度が高いので十分に使えるし、メンテナンスの点では通常モデルの方が取り扱いやすいと思います。カメラが内蔵なのもすごくいいですね。ウェブカメラを置かずに済みます。ちなみに傾きと高さを調整できるスタンドを買いました。個人的にはこれが、ハードのデザインとしてはいいかなというふうに思っています。続いては Mac mini です。数ヶ月前に流行った AI のために Mac mini を買うというムーブ、僕も乗じて買ったんですが、結構これを便利に使っています。結果的に24時間働く自前のクラウドサーバーのように使っています。クロードコードで作成したツール類を、基本的にはここに保管していたりだとか、自分が MacBook で動画編集などの重い作業をしている間にまた別の作業を AI で Mac mini に任せることができるんですね。Tailscale という VPN アプリを使っています。なので常に MacBook や iPhone からどこでも指示を出すことができます。値上げはされていますが、なんだかんだ一番コスパのいい Mac という立ち位置は変わっていません。初期費用10万円くらい、クロードコードの月額3万円くらいで、人を一人雇っているような感覚。もう僕はだいぶ手放せなくなってしまいましたね。なのでこの Mac mini はもう僕はほとんど触れていません。AI に明け渡して何か自分の操作が必要な時は MacBook の画面共有で指示を出しています。あくまで電源つなぎっぱなしつけっぱなしで置いているだけです。何らかの理由で電源が落ちたりしてしまうと復旧にかなり時間を要するという点で結構リスクは高いんですが、それでも十分に便利なので何かしらの対策を打ちながら使い続けていくつもりです。
続いては持ち物周り。ずっとレザーのバックパックを愛用していたんですが、気分で変えたのがこのマースティックのナップサックです。ナップサックという名前の通りで、収納はガパッと口を開いて紐でキュッと縛るだけ。巾着の構造なので中身はかなり入れることができますし、柔軟性も高いです。一般的なナップサックって、背負い心地としては正直微妙で、細い紐が肩に食い込むようなイメージがあると思うんですが、こちらに関しては背面はほぼバックパックです。しっかりしたショルダーベルトと背面のメッシュ素材で、ナップサックの取り回しやすさにバックパックの背負い心地が加わったような、ちょうどよくハイブリッドされた製品です。このリフレクターテープとかメッシュポケットみたいなマースティック定番のディテールは健在ですね。ざっくり荷物を入れていくタイプのバッグではあるんですが、 PC 用のスリーブがあったり、小物ポケットがあったりだとか、メインバッグとしてかなり僕は愛用しています。で、この PC を入れるために使っているのがこのコンフィアブルの MacBook Air スリーブです。結構スリーブとしてはお値段も安いんですが、僕が気に入ったのは大きくクッション性、フィット感、そして耐水性能です。そこそこの厚みがあるので、先ほどのマースティックのナップサックのような薄手のバッグでも地面に下ろした衝撃などはしっかり吸収してくれます。そしてフィット感、割と世の中に溢れているスリーブは余地が結構ある商品が多いんですね。ただこれは13インチ MacBook Air にほとんど余分なくぴったりはまります。なので中で暴れないですし、バッグ自体を小さくできるんですね。そして耐水性、以前使っていた本革のスリーブの方が、もちろん質感は抜群に高いんですが、このフェイクレザーならではの特徴として水を吸わない、通さないという点があります。なので背中側からの汗をしっかりと受け止めてくれるんですね。この PC スリーブが汗を吸わないのはもちろんのこと、荷物側まで汗を浸透させません。背中から汗が浸透するというのは、このバッグではなくて、最近 PC を持って走り始めたのが大きな理由です。その時に使っているのがこのサロモンのアクティブスキン12。来月ハイロックスという競技に出場する予定で、そのための練習の一環としてランニングで移動することが増えました。 PC を持って走りたいということで、いろいろ調べたり試した結果これに行き着いたんですが、何よりもその魅力はフィット感です。本当に背負っている感覚はなくて、体の一部になる着る感覚に近いなと思います。今言った MacBook Air もちゃんと入りますし、ワイヤーが伸び縮みするので体に常にフィットします。がっちりテープで固定するタイプと違って、呼吸に合わせて伸び縮みしてくれるんですね。前側にもポケットがあるので、スマホとか AirPods を出し入れが可能です。あくまでもトレラン用のベストではあるんですが、13インチのパソコンが入って、これだけの収納力っていうのはものすごくありがたい存在ですね。そんなスマホにつけているのがこのサテチのマグセーフウォレット。これによって僕は完全に財布を持ち歩かなくなりました。ウォレットという名前の通りで、この中にはクレジットカードや、免許証とか、あと鍵も入れてしまっています。なのでスマホとこのウォレットさえ持っていれば、最悪出かけられるんですよね。 iPhone の背面を収納にするような製品は他にも色々とあるんですが、これを選んだ最大の理由は見た目です。もっと軽いものとかもあるんですけどね。ヴィーガンレザーでシンプルながら質感が高く、この見た目は他にはなかなかないなということで購入しました。スタンドという名前の通りで、しっかりとマグネットによってスマホを固定することができます。角度が自由なのもポイントですね。ヒンジがかなりしっかりしていて、多少重さがある分、その分の使い勝手は保証されています。続いてはこちら、 iPad mini 用のケースになります。ピタカのマグイージフォリオ2です。 iPad mini を使う機会が増えたんですが、 iPad はサイドカー機能によって MacBook と接続して MacBook の2枚目のディスプレイとして活用することができます。そして iPad は縦型で使えるというのも肝ですよね。特にチャット系の AI ツールは縦画面と相性が抜群なので、それを支えるためのハードウェアとしてこちらを購入しました。純正のケースと違って縦で iPad を固定することができるので、サイドカー機能するにもすごく便利です。でこのサイドカーを縦で使うには、別のアプリケーションが必要になるので、それはぜひ概要欄の方から見てみてください。
フェイクレザー製なんですが、質感は高いのでそんなに安っぽさはありません。 142g と比較的軽量です。Apple Pencil のホルダーもあるので、バッグの中で Apple Pencil が行方不明になるケースもだいぶ減らすことができました。続いては充電器。結局愛用しているのはこのアンカーパワーバンク 10,000mAh のものです。3in1 のモバイルバッテリーになっています。3in1 ということで 10,000mAh のモバイルバッテリー、そして 30W のプラグ内蔵の充電器、さらに USB-C ケーブルと、外出にはこれ一つさえ持っていけばそこそこ戦えるという安心感があります。このサイズ感でこれらが使えるというのも魅力ですね。30W あれば MacBook Air は対応できますし、10,000mAh なので、これと MacBook で、だいたい半日から1日くらいは現状対応できるくらいになっています。それこそ旅行とかはもうこれ一つだけで済むようになりましたね。スマホ等に充電するときにもケーブル1本で接続することができます。もう1個端子はあるので2台同時の充電も可能ですね。続いてナッシングのヘッドホン1です。過去いろいろとヘッドホンを試してきたんですが、なんだかんだやっぱりヘッドホンってガジェットというよりファッションとして選ぶべきだなというのが今の僕の持論です。その点、見た目、値段、機能のバランスが揃う稀有な1台だなというふうに思います。最近つけてる人を街中でもたまに見かけるようになりましたが、個性的なシルエットながらこのホワイトとシルバーを基調としていて、遠目だとそこまで目立たないっていうこのバランス感がすごく好きです。バッテリーが本当に化け物級でして、僕手に入れて 3,4 ヶ月経ってるんですけど、多分まだ充電2回くらいしかしたことないですね。音質とノイキャンに関しては、僕も普段使っている AirPods Pro の方が高いかなと思います。あくまでコスパという観点で選ぶべき存在かなと思いますね。続いてノマドのストラトスバンド。これ確か去年のベストバイとかにも入れた記憶があるんですが、実は2本目なんですね。1本目でオレンジを購入したんですが、ちょっとあまりにも気に入ったのでオレンジを手放してイエローを買い直しました。何よりの特徴はチタンとラバーのハイブリッドな構造。一定の高級感がありながらスポーツミックスな雰囲気を楽しめる、このコンセプトはなかなか他には見当たりません。このチタン素材は Apple Watch Ultra と同じなので高級感はあるんですが、ラバーのおかげでジャラジャラとした雰囲気がないのもいいところ。個人的に差し色はこのくらいさりげない方がいいかなと思っています。このイエローの差し色っていうのが、なかなかガジェット文脈では見ることがないので、その点で気に入りましたね。続いては文房具。先月購入したトラベラーズノートです。先ほどまで AI と言っていましたが、同時に感じるのはあまりにも AI に縛られすぎてる感覚です。効率とは真逆の方向に時間と頭を振るための道具として購入しました。一枚革のハードカバーが特徴のこのノート。結構傷もつくんですけど、完全に味として自分の中で楽しむことができます。トラベラーズノートはそんなハードカバーだけではなくて、このノートのリフィルやペンホルダー、あとはチャームも含めて全て交換可能なモジュラーシステムであることです。方眼系のノートと無地のノートを組み合わせていたり、ブラックのハードカバーに赤のゴムバンド、そして貝殻のチャームを組み合わせています。我ながらベストチョイスだなと思ってますね。やっぱり手書き最大のメリットっていうのはやり直せないことだと思ってます。ボールペンだと消せないので、文字をきれいに整えて書こうとか考えずにもう関係なく書き続けられるんですよね。なのでポロッと考えてることが出てきたりだとか、アイデアが湧きやすかったりします。日記などは、僕はどうせ続かないことが分かっているので、あくまで使いたい時に使うためのツールとして購入しました。そんなトラベラーズノートに組み合わせているのがこのラミーのサファリという油性ボールペンです。デザイン面ではやはり魅力の強いこのラミーのサファリに、文房具の技術的レベルは本当に高いこの日本のボールペン。これらを公式で組み合わせて、しかも3800円ほどで買えるというロマンが僕にはぶっ刺さっています。ノック式の雰囲気と金属リフィル、透明軸、ノック式という見た目の相性の良さも気に入っています。やっぱりジェットストリームって本当に書いていて気持ちがいいので、それを好きなデザインで使えるというのは大きな魅力ですね。そして先ほど話したようにランニングの習慣がついたことで新調したのがこのシューズ。オンのクラウドモンスター3ハイパーというシューズです。とにかく反発力が高い。
表現としては本当にゆっくり進むことを許してくれないようなシューズで、もう前へ前へと足が自分の意思より先に出ていきます。なので実力以上が出るというよりは実力の限界を引き出してくれるシューズです。見た目シルエットもこだわって選びました。ランニングした後に私服としても使えるようなデザインで、結構僕は愛用しています。このシューズに慣れてしまうとちょっと他のシューズに戻れるか不安になるくらいには、自分とはすごく相性が良かったですね。最後はこのミキサー忍者ブラストマックスです。運動習慣もあり、そして年齢もあり、最近はだいぶ健康に対する意識が高まりました。 AI と相談した完全メニューみたいなものを作ってスムージーにして飲んでいます。なんだかんだで運用を始めてから 3,4 ヶ月ぐらい経つんですが、続いてますね。あんなにまずいって言ってたスムージーもなんか飲まないと落ち着かないくらいにはなってきました。美味しくはないんですけど、全ての材料を Amazon で購入することができるようにしています。保存が効く粉類とか冷凍系のもので作れるようにメニューを組んでいるって感じですね。このミキサー自体は本当にこのスムージー専用のような使い方をしていて、毎朝ここに材料を詰めてスイッチを入れるだけです。充電式なのでケーブルが届く範囲みたいな制約がありません。コンパクトで置き場所も選ばないのが特徴。パワーは十分に強力で、結構冷凍のものでも簡単に粉砕することができます。ということで以上がこの半年間で購入して良かったものでした。僕の中では特に AI が自分の仕事にも生活にもかなり密接につながるようになってきて、それによって購入するものも変わってきた感覚です。気になったものがあれば概要欄の方から細かくチェックしていただけると嬉しいです。ということでこのチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を載せているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で。以上、なごみけでした。では。